皆さんの生きがいは何ですか？生きていてよかったなとか感じることってありますか？どんなことですか？生きていてよかったなって思えたので、この YouTube とか日本語のレッスンに来てくれている生徒さんには本当に感謝しています。ありがとうございます。皆さんこんにちは。ジャパニーズほのぼのポッドキャストのほのかです。お元気ですか？私はいつも元気です。今日は生きがいについてお話ししようと思います。生きがい、皆さん聞いたことありますか？今日は生きがいって何なのか、どういう意味なのか、そして私の生きがいについて少しシェアしようと思います。そもそも生きがいって言葉皆さんご存知ですか？知っていますか？辞書には生きていく張り合い、喜び、生きる喜び、あとは生きる価値なんて書いてあります。生きていてよかったなーって思えることが生きがいですね。例えば分かりやすい、イメージしやすいのが仕事です。仕事。仕事で誰かのためになったとか役になったと感じるとき、満足感があったり、あったかい気持ちになったりしますよね。充実した気持ち。それも生きがいです。あとは家族がいる人なら、家族と一緒に過ごす時間。例えば、一緒にご飯を食べたり、お話ししたり、あとは一緒に散歩をしたり、あとはゲームをしたり、そんな誰かと一緒に過ごす時間も生きがいですね。あとは猫と一緒にいる時間、猫と過ごす時間、猫と遊んだり、お世話をしたり、ご飯あげたり、あとは撫でたり、匂いを嗅いだり。それが生きがい、生きていてよかったなーって思う人もいらっしゃいますね。他にも趣味が生きがいの人もいますよね。例えばカメラが趣味の人。山に行って綺麗な風景を撮ったり、海の写真を撮ったり、あとは季節の桜とか紅葉とかの写真を撮るのが好き。それが生きがい。それが喜びっていう人もいますね。そんな風に人によっていろんな生きがい、喜びがありますよね。ここからは私にとっての生きがいを紹介しようと思います。私の生きがいを皆さんにお話しします。私にとっての生きがいは誰かのために何かをすることです。誰かのために生きること。誰かの役に立つことが私の生きがいです。こういうふうに思った、誰かのために生きるのが私の生きがいって感じた背景をお話ししますね。理由をお話ししますね。私は毎日ありがとう日記を書いています。その日あった感謝の気持ちをノートに書いています。ちょっと字が汚いのであんまりお見せしたくないんですけど、例えば、うん、いつもありがとうとか、お母さん、お父さんいつもありがとう、妹いつもありがとうとか、うん、にゃんこちゃんたち、いつも可愛くてありがとうとか、あとは、日本語の生徒さん、日本語のレッスンに来てくれた生徒さん、今日もありがとうとか、そんな風に書いてます。寝る前に一日その日にあったありがとうとか感謝の気持ちを書いています。こんな風に、うん、感謝の気持ちを書いているときに私の生きがいに気づきました。私は前の仕事を辞めてから少しの間、休む期間がありました。そんな時、本当に何もしてなかったので、だらだら過ごしていました。目標もないし、つまらないし、楽しくなかったです。生きがいなんて生きがいってなんだろうななんて考えることもなかったです。日本語の先生を始めて、レッスンを始めてから生きがいを感じるようになりました。例えば、次のレッスンの準備をする時とか、次は何を教えようかなとか、こうしたらもっとわかりやすいかなとか、この資料は
生徒さんに役立つかなとか、こんなことを考えたり、している時に楽しいなとか喜びを感じました。生きている感じがしました。誰かのために何かをする時に私は生きがいを感じます。前の仕事は間接的には人の役には立っていたんですけど、どっちかっていうと自分のお金のために働いてるっていう感じだったので、張り合いがなかったです。なので、生きがいとは言えませんでした。なので、生きていてよかったなーって思えたので、この YouTube とか日本語のレッスンに来てくれている生徒さんには本当に感謝しています。ありがとうございます。誰かのために生きること、誰かのために役に立つこと、誰かとつながっていることが私の生きがいです。つながりが私にとっての生きがいだと思っています。皆さんの生きがいは何ですか？日々の生活の中で生きていてよかったなとか感じることってありますか？どんなことですか？ぜひコメント欄で私にも教えてください。自分では気づけなかったことが気づけると思うので、私にも教えてください。今日も下手くそなお話だったんですけど、最後まで聞いてくれてありがとうございました。どうしたら話すのが上手になるかなわかんないけど、今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。今日は生きがいについて少しお話ししてみました。皆さんの生きがいは何ですか？もしよかったらコメント欄でシェアしてくださいね。そして私はオンラインで日本語のレッスンをしています。日本で働いてみたい方とか、日本語を話す機会がなかなかない方とか、日本語を話す自信をつけたい方とか、もしよかったら体験レッスンでお会いしましょう。では今日もありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ、またねー。